ご視聴ありがとうございます。欧州系のオイルメーカーに多く感じますが、やたらとケバケバしい蛍光色のオイルを見たことがないでしょうか。私、蛍光色好きなので、特に深く考えずにかっこいいねぐらいで使っていましたが、便利な利用方法がありまして、これブラックライト当てると光るってご存知でしたでしょうか。こうして UV ライトっていうんですかね、ブラックライト当てますとはっきりと光ってくれるのです。ですからオイル漏れした時にどこから漏れているのかがとても分かりやすいんです。そんな用途にも使える UV ライトを搭載した製品がオーライト様から新登場となりました。アークフェルドの UV。こちら製品を提供いただき動画を作成しています。従来からラインナップのありましたアークフェルドの横展開というんですかね。アークフェルドはライトとレーザー機能を持つ製品ですが、こちらはレーザーの代わりに UV ライトを搭載したアイテムです。ボディはアークフェルドと共通に見えますが、少しスタイリッシュになりました。お尻部分が薄くなってシュッとしましたね。それに合わせてクリップも変更されまして、どちらの方向からでも刺せるようになってます。またサイド部分に滑り止めの溝が追加されました。全体を通して綺麗な仕上がりっすね。このアークフェルドシリーズのボディは一つ一つ削りで作られてまして、手間がかかってるんです。バリや返りは当然なく、チープな印象は全く受けません。インターフェースはここに集約されます。ボタンを一つ囲むようにダイヤルが一つ、その下にバッテリーのインジケーター。操作はとてもシンプルで、ダイヤルでライトと UV を選択し、ボタン単押しでオンオフ、長押しで光量の調整を行います。バッテリーインジケーターはライトの数でお知らせをするタイプ。ライト機能がこちらです。明るさは通常の3段階、プラス特殊モードとしてとても明るいターボモードと位置を知らせるに適したストロボモード、微弱なムーンモードを備えます。通常モードの明るさの比較がこちら。スペック的に明るさを前面に押し出すようなライトではないです。どちらかというと控えめな印象。しかしちょっと整備作業に使うとか足元を照らすには十分な明るさに感じています。光の形、ツルシのアークフェルドと比べてみるとこんな感じ。レンズが違うのか拡散の仕方が異なっています。UV の方が広く照らす分明るさはばらける感じですね。特殊モードは4種類。ターボにストロボ、ムーンモードとロック機能を有します。お見せしているのはストロボモードとムーンモード。どのモードもボタン操作の仕方で直接アクセスできるのがいいですね。私は特殊モードの使用頻度高くはありませんが、ターボはたまに遊びで使っています。EDC 向けとして機能が多ければ用途は広がりますので、これは良いことでしょう。UV ライトはこんな感じ。波長は365ナノメートル、580mW というスペック。ただ言われてもちょっとピンとは来ないですね。紫外線の中では UVA というグレードに分類される波長で、日常生活で浴びる紫外線と同等であり危険性は低いとされています。UV ライトの一般的な用途としては掃除のお供に使えると言われます。細かく見えにくいホコリであったり油などの飛沫痕が UV ライトで照らすと浮かび上がってきます。綺麗に見える部分も UV で照らしてみるとこんな感じ。ホコリやこれは猫の爪ですね。細かなものがはっきりと映し出されます。ペットと暮らしている方には UV ライトおすすめ。動物の尿に反応しますので、実際の映像は不快に感じる方もいるかと思いますので、はっきりとしたものはお見せしませんが、こんな感じに映ります。普通に見ている分には見つけにくいものが UV ライトで照らしてみるとはっきりと見えてきます。UV ライトで反応なくなったから綺麗ってことではないと思いますが、掃除のお供にはこれとてもいいですね。家具の傷を探すのにも使いやすいです。綺麗に見えても UV ライトで照らしてみるとこんな具合に傷が浮かんできます。これ多分カッターの切り傷ですね。あまり見たくないものもしっかりと浮かび上がらせてくれます。車関係で使うってなると、冒頭にも触れましたが油脂類の漏れチェックに使えます。蛍光剤入りのオイルを使うことで UV ライトを当てるととても見やすくなりますので、どこから漏れているのかがわかりやすいです。エンジンオイル、ギアオイル、エアコンの冷媒漏れ確認にも使うっすね。あとクーラントの漏れもわかりやすいです。市販品にも最初から蛍光剤が入っているオイルもあります。左からモチュールの 300V、
ワコーズのトリプル R、ヒロコのスペック R と最後はこれアメリカのオイル。左2つはおそらく蛍光剤の配合されたオイルでこんな感じにはっきりと反応をします。しかしオイル自体蛍光剤が入っていなくても反応するものもあるようで、右2つも若干光っては見えますね。またオイルに添加する蛍光剤も売っていまして、これを混ぜればどのオイルも反応するようになります。オイルなら植物油以外には大体使えるみたいなので、例えば自転車のブレーキは鉱物油使うものありますから、これなんかにももしかしたら使えそうっすね。この間自転車のキャリパー変えてたらどこからかオイルが漏れてて、原因突き止めるのにちょっと時間かかりまして、その時にこれがあったら便利だったかもしれません。ボディの状態確認、傷を探すのにも使えるかと思っていましたが、そんなにこの用途には合わなかったです。深い傷なら見つかるんすけど、細かな傷は浮き上がってきませんでした。普通のライトの方が見やすい感じ。色の問題というのもあるのでしょうが、とにかく車、バイクの傷確認に UV ライトを使いやすくはないですね。その他 UV ライトで固める接着剤というのがありまして、作業性の良い瞬接みたいに使えて、環境によっては使い勝手いいですね。似たものではレジンの効果に使ったり、ネイルに使ったりと、そういった用途もあります。整備のメインにがっつりと使うワークライトって感じではないです。ツルシのアークフェルド同様 EDC 向け、普段持ち歩くライトって感じ。ライト機能も UV の機能も突出したものではないです。専用品にはどちらも 1,2 歩引いた印象。また UV も万能というわけではなく、例えば掃除に使うにしても全く反応しないゴミもあります。例えば髪の毛とか、これは猫の毛を丸めたものを写していますが、苦手な方はごめんなさい。しかしこれを UV ライトで照らしてみても分かりやすくはなりません。用途はやっぱり限定的。しかし UV を備えた EDC に向いたライトというのは珍しく、UV はそこまで使用頻度も高くはないですが、使っていてとても面白いアイテムですね。円数さんやガジェット好き、オーライトファンにおすすめしたい製品です。気をつけているのは紫外線の人体等への悪影響。直視したり長時間肌に照射すると悪影響を及ぼす可能性はありますので、自分はそういうことはしませんが、例えば子供だったりワンニャンも偶然何しでかすかは分かりませんから、安全とはされていますが、扱いには注意が必要ですね。オーライトさんのアークフェルド UV、ブラックライトって色物だと思っていましたが、実用的な用途を知り、印象は随分と変わりました。掃除に漏れの修繕にと用途が合いましたら、ぜひ使ってみていただきたいですね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じにログの紹介しております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。